まず自己紹介がてら自分はどういう研究をしているのかっていうのを最初にお見せしたいと思います。私のロボットが専門でして、国尾先生のところの研究室にずっといるんですけども、今ディープニューラルネットワークを使って機械学習するというのはみんな行っていると思うんですけども、私は模倣学習っていうのもだいぶ前からやってきていて、これは2024年に発表したもので22万エピソード150時間のデータを使って、一つのニューラルネットワークでたくさんのタスクができる、物体操作のロボットというのを、こういう開発しています。非常にいろんなコインを持ち上げたり、タオルを畳んでみたり、さまざまな動作を行うことができます。ペットボトルを持ち上げてみたり、これいろんなタスクをするのには言語指示を与えて、このタスクをしなさいといろいろ人がコマンドを送ると、その状況に合わせてロボットが動くと。でこんなファスナーを開けるみたいな結構細かい動作とかもすることができます。我々のチームはかなり細かい動きができるようなシステムっていうのを作っていて、これだけ見るとすごいロボット動くというふうに見えるんですけども、学習時に与えてない初期姿勢を与えてみると、もう物体の方に全然手が動かないでそのまんま止まってしまいます。これはもう全然学習データに含んでない姿勢なので、そこから何をしたらいいのか全く分かってくれないという状況になります。これはたくさんのデータ、こんだけ150時間のデータを与えたのに全然教えてない場所で何もできないというのは、やっぱりちょっとおかしいというふうに感じてしまいます。で人間にあってロボットにかけるものって何だろうというふうに考えたときに、これまず一つ目は、ジョン・サールが言ったオリジナルインテンショナリティというものです。これ意識に関係すると思うんですけども、未知の状況にあってもその場で意味を自分で理解していく、それは自分の能力で理解するということで、人に教えられて理解するのとは違うと思います。あともう一つ大事なものは、昨日も出てたと思うんですけど、自由意志ですね。ロボットは全部コマンドを教えられないと何をしていいのか決まらないと。自分で考えて自分で動く、自分で何をするのか決めるとか、自分のタイミングで動くということができません。で自分はロボットをやろうと思った時に、鉄腕アトムとかドラえもんみたいなああいう自分で考えて動くロボットを作りたいと思って研究を始めたんですけど、自由意志の理論って全然ないんですね。なのでこれどうやって作ればいいんだろうってずっと考えてきていて、やっぱり今人工知能がどんどん発達していても、なおやっぱりこれらの問題って全然未解決のままだというふうに思います。でこれって結局何なのかっていうと、心が一体脳に対して体に対して何をするのかということです。これはデカルトが二元論を提案した時にずっと生じている心的因果の問題だと思うんですけども、結局意識も心の一種だと考えれば、心意識が脳に対して何を行うのかということが結局わからないと、先に進まないんじゃないかというふうに考えるわけです。で心とか意識っていうのは脳に付随する、これちょっとキーワードなんですけど、スーパービーンっていうんですけども、哲学では、脳の神経活動に伴っての意識とか心は生じるだろうというふうに信じられています。一方でじゃあこの付随した意識っていうのは本当に因果的効力を持つのか。でこれは持たないとまずいと思っています。というのは、持たないならばもう検証不可能だからです。でなので付随する意識なり心なりがエピヒノミダだと信じるのであれば、もう意識の科学はやるべきではないということです。ということは、まず意識を科学とする、心の科学をちゃんと作ろうと思ったら、まずは何かしら脳の活動に付随するものが本当に因果的効力を持つっていうことを確証してからじゃないと、科学として意識の研究を始めることはできないんじゃないかというふうに考えるわけです。そこで今日は意識が脳に付随した時にすると考えた時に、因果的効力を持つための条件というのを明らかにしていきたいと思っています。で自分のアプローチをまず説明します。で私は基本的に心の哲学を参考にして自分の理論を作ってきています。で心や意識に関する客観データっていうのはないので、基本的には論理的に考えていくしかないと。で意識や心が満たすべき条件をそこから明らかにしようということで、条件として2つ考えました。意識と心は神経活動に付随すると。でもう一つは心は神経の振る舞いを変えるはずだと。でこの2つの条件を満たしたい
でそういった時にどういうふうなことが帰結するのかということを今日は考えていきたいと思います。で私はロボティクスとかもシステム論屋さんなので、システム的に物事を考えるということで、既存の例えば熱力学だとか量子力学だとかフリーエナジーだとか IIT だとかそういうことは全く考慮しないで、この前提だけから考えていくということをしています。で物理システムとして実装可能であるっていうことは結構大事だと思っていて、例えば正規論みたいに正規がありますみたいなことを言っても何の説明にもならないので、やはりちゃんと因果関係を結ぶことができるのかっていうことを、で実際それが役割を持ち得るのかっていうことを考えないといけないと思います。でそれで心的因果ってじゃあどういうものかっていうと、これもまたなかなか難しい問題なんですけども、哲学では一つはチザムとかが代表されるようなエージェント・コーザル・セオリーっていうのがあります。でこのエージェント・コーザル・セオリーっていうのは、主に自由意志とかを考えるときに、いわゆる外から何かが働きかけて物体が動くみたいな、そういう物理的な因果とは違って、脳の中から生じる、新しく生じるような何か原因なりコーザリティみたいのを考えなければ自由意志をちゃんと説明することはできないだろうというふうに、そういった説がエージェント・コーザル・セオリーで言います。でもう一つ代表的なものはデビッドソンとかに代表されるようなメンタルイベント・コーゼーションというもので、これは脳の中にリーズン、デザイアみたいなのがあって、それが原因となって行動が生じるという考え方です。でこれどちらも実は問題があって、メンタルイベントコーゼーションの場合には、じゃあ原因がどこから来るのだと、フリーエナジーみたいにプライヤーみたいなこんな与えていくのかと、そうすると結局無限交代してしまうわけですね。で一方でじゃあエージェント・コーゼーション何が問題かっていうと、どうしても物理的な因果から考えると、こんな中から生じるような因果を考えるって非常に難しいわけです。でこの2つの問題があるために、このエージェント・コーゼーションもメンタル・コーゼーション・セオリーも、どちらもまだ不十分という状況なわけですね。で科学としてはこれらをどうやって物理的な実装の可能な形で説明できるのかということが、問題になるということです。でそれをするためには、意識だとか心がスーパービーンすると仮定した上で因果メカニズムを考えていくということで、これを解決したいと。でそこでどういうことを考えるかというと、今日はスーパービーニエントコーゼーションというのを考えたいと、つまり付随しているものがどうやってコーゼーションを持つのかで、大体付随するっていうと、一体どういう例があるかというと、例えば部分と全体の関係っていうのがよく扱われます。特に心的因果のモデルを作ろうと思った時には、ホールトゥーパーツのコーゼーションで説明しようっていう、それはロジャー・ベンローズだとかが、ロジャー・ベンじゃない、スペリーですね、スペリーだとかがホールトゥーパーツコーゼーションで説明できるんじゃないかというようなことを言ったりしていました。で部分が全体っていうのは、部分と全体っていうのは物質的な共有しているので、ある意味自分自身なんですね。だから全体が部分に因果を与えるってことは内発的であるし、自分自身が自分に対して因果を関係を作るので、何かしら内発的というか、自分から生じるっていうものをうまく表しているように見えるわけです。なのでこれが心的因果の説明になるんじゃないかというふうに提案されていて、逆に言うと心的因果のモデルになりうるものってこれしか自分は実は知らないんですね。なのでこういう部分が全体に対して全体が部分に対して因果関係を与えるっていうものをなんとかモデル化したいというモチベーションが湧くわけです。一方でこの全体と部分っていうのを、単なるマクロとミクロみたいな関係とみなして、マクロとは外にある、つまり付随性と無関係なこういうミクロレベルというかローアーレイヤーに因果関係を持つみたいなモデルは結構最近よく出てるんですけども、これって結局でもそもそも階層構造っていうのはこの部分と全体の間にしか成り立たないので、構造的な階層は、外側のものにやっても結局エクストリンジックな関係なので、説明にならないだろうと思うわけです。なのでこちらの方をちゃんと扱う必要があると。なんですけども、これロジャー・スペリーが1960年代から70年代にかけてこういうものを提案した時、一部の哲学者ですね、X とか X は哲学者じゃないですけどポッパーだとかがダウンワードコーゼーションを使って心を説明できるかもしれないって一部で盛り上がったんですけど、哲学者からは相当の批判が起きました。というのは一番強い批判はジャンゴン・キムっていう人の
批判なんですけども、そんなものありえないんじゃないかということを彼は徹底的に言って、で多くの人たちが結構同意してしまったってところがあるんですけども、でその彼が主張したエクスクルージョンアーギュメントっていうのは実はちょっと穴があります。というのはスーパービーニエンスがそれを基盤のレベルにの変化なしには変化しないっていう、これはスーパービーニエンスの実際の定義なんで、これ自体は問題がないです。で次に実際これはこういうふうなものなので、スーパービーニエンスは大体みんなローアーベースの関数として表すことが一般的になってます。でこの条件からこのスーパービーニエンスはローアーベースに因果的な効力を持たないということをキムは論証してるんですけど、それをするときにインプリシットにこれ明示的に書いてないんですけど、実際証明作るときには使ってるアサンプションがあって、それはローアーベースのダイナミクスはローアーベースのみによって決まるというアサンプションを置いてしまってます。つまりローアーベースの振る舞いにはもう最初からスーパービーニエンスがのレベルが因果的効力を持たないっていうモデルを作って彼はそれを証明してしまってて、で多くの人たちがそれ明示的に書いてないから、本当は哲学者はちゃんと自分が使った前提を全て明記しなきゃいけないのに、彼は明記しないでこれ証明した気になっちゃってるために、もうどう見ても穴がないような論証に見えるわけなんですね。でそのためにみんなこれ不可能だってずっと言い続けていますと。だけどジャモン・キムの論証は認めるわけにはいかないと。実際心や意識が因果的効力を持つなら彼の説は間違ってるはずだし、エピフォメナリズムっていうもの自身に自己矛盾があるので、それは絶対に避けなきゃいけないわけです。で彼は何を勘違いしたかというと、一般的に物理的な因果を閉じている、物理の完全性って言われるんですけど、フィジカルコーザルクロージャーっていうのとこのインプリシットに与えたアサンプションっていうのを同一視してしまっていて、その間のロジカルなつながりをちゃんと証明しなきゃいけないっていうことを気づいてなかったんですね。デビッドソンなんかは一部そういうことに気づいて言ってるんですけど、彼の論文は非常に分かりにくいので、誰も多分それが分からなかったんだと思います。でということは、じゃあ現状の脳のモデルというかエピフェノメナの原因って一体何なのかというと、こういうふうに記述すること自身が原因です。つまり、例えば脳の全ての状態が分かったとして、結局脳の神経状態全て分かれば全てのその振る舞いが予測できますっていうふうにこういうモデルを立てるわけですね。でこのモデルが間違っているというのが問題。このモデルがエピフェノメナリズムの定義自身になってしまっているっていうのが結構大きな問題なわけです。この中にはもうスーパービーニエンスからの因果的効力は全く考慮されていないんです。脳の振る舞いが神経レベルの法則のみで決まるならば、それよりも上位のマクロレベルだとかが因果的効力を持たないっていう、そういう定義になってしまっているからなんですね。でこれについてじゃあマクロ状態こう入れればいいじゃないかというふうに言うんですけども、マクロ状態で大体スーパービジネスの場合このミクロ状態の関数なんで、結局ミクロ状態だけの式にかけてしまうので、これだと全然うまくいかないということになりますそれで例えばサーキュラーコーザリティとか、いろんな IIT だとかいろんなこと考えるんですけども、どれも結局のところスーパービーニエントがコーゼーションを持つっていうところをちゃんと考えた定式化で行っていないので、うまくいかないわけですね。でエピフェノメナの問題っていうのはどういうのが原因だったかというと、そもそも神経調べれば意識が分かるだろうというふうに考えて神経を調べて、でそれをモデル化すると。でその考え自身がそもそも意識が因果的効力を持つっていう前提を満たさないし、そもそも科学にならないっていう原因になっていると。なのでそこで何を考えなきゃいけないかというと、定式化する段階で、神経レベルの減少が神経活動だけじゃなくて、それのスーパービーニエンスの影響も受けるというふうに定式化をする必要があるということがこういうふうに調べてくると分かってくるわけですね。でベースレベルの現象もマクロ現象、今まで還元論っていうと統計力学だとかの、なんていうのイメージがすごく強くて、分子運動とかが温度と関連づけられるっていう、それは温度が結局運動のあれなんです関数になってるわけですけども、そういったもののイメージが強いので、どうしても階層間の関係をどうつなげるのかっていうところに意識が向いてて、こういった科学哲学の分野ではもうそのブリッジローって言って、そのブリッジローの定義をどうするのかっていうのがずっと議論されてきたんですけども、実はそもそものベースレベルの動き
現象がどういうふうにモデル化すべきなのかっていうことを全くこの人たち考慮してないんですね。でなので実はマクロ現象はベースレベルで説明できるかじゃなくて、ベースレベルがそもそもベースレベルで説明できるのかっていうことを考えなきゃいけなかったということなんです。なので還元的なモデルの前提としては、ベースレベルがベースレベルの現象ってのはベースレベルの法則だけで説明できますよって考えてたけど、その過程を一度取っ払う必要があると。でそれがエピフェノミナの原因になっているのは当たり前で、そういうものが最も強く打ち出されてきた時期にハクスレーとかがエピフェノミナリズムっていう概念を作っているので、その間の関係があるのは当然といえば当然じゃないかと思います。そこで還元論の前提を捨てましょうということです。意識心から物理現象の影響を説明しなきゃいけないならば、意識は検証可能とするためには物理的な因果効力を持たなきゃいけないと、物理に対して。でそうであれば神経現象はスーパービーニエントからの原因を受けるというふうな前提でモデルを作らなきゃいけないということになります。でそこで私は最近アーカイブに出した論文に新しく論理ダクティブな形で、スーパービーニエントからの因果関係を説明するようなモデルを作る方っていうのを提案しました。でそこでは一般的に言われるように、そのミクロレベルが相互作用する中でマクロ現象が創発して、その創発したものが因果的効力を持ちますという、ブロードだとか、スペリーとかもそういうのに影響を受けてますし、今の科学のかなりその自己組織化とかと関連付けられてそういうふうに信じている人たちが多いんですけども、そうじゃなくて最初からもうモデルに組み込んじゃいましょうということです。神経現象がマクロレベルの心的状態の影響を受けるということで、スーパービーニエントの因果をどうやって入れるのか。でこれ入れないでモデル化すると結局イラクションセロリみたいに全部それノイズで扱いましょうみたいなことになってしまうわけです。なのでしかもこれコーザルエマージェンスって言ってる人たちも結局その中にもそもそも存在しないはずなのに現れるから創発だと言ってるわけです。最初からあるなら創発なんて言う必要ないわけです。でそれでスーパービーニエント因果っていうのをどういうふうに説明するかというと、そこで私はデュアルローモデルっていうのを提案しています。でそこで前提は何とするかというと、これは原因がまず結果に先行するっていう、非常に何て言うんだろう、直感的な因果的な関係としてもこういうものを前提に置きます。そうすると何が次問題になるかというと、スーパービーニエントのレベルでどうやってローアーベースより先に何か変化が起きるのか。でスーパービーニエンスは定義的にローアーベースの変化なしには変化しないと言ってるので、もうこの時点で矛盾してるわけですね。でこれどうやって解消しようと。でこれ単一のスーパービーニエンスだけ考えているならば、どう考えても無理なんですね。なのでまずスーパービーニエンスは最低でも複数考えなきゃいけない、つまりスーパービーニエンスの集合に対してそれぞれにサブビーニエンス、ローアーベースがあるというふうにまず考えないと、そもそもやっぱりこの前提を満たせないと。でその時にじゃあスーパービーニエンスのレベルでどういうふうに原因を作ることができるのかということを次考える必要があるわけです。つまりローアーベースの変化とは独立な何かを定義しなきゃいけない。でそうするとでも何かその定義するっていうのがまず次しなきゃいけないんですけども、それをできたとしてもやっぱり2つのレベルのローっていうのは必要で、どうしてかっていうと、こっちのダイナミクスに独立にこっちが変化しないと、こっちが先行して何か原因を与え、コーザリティを作るっていうのはできないことになるからです。そこで私はこの、まずは上のレベルの法則と下のレベルの法則がありますよと言って、上のレベルの法則を、エージェントレベルの法則であり心理学法則っていうふうに名付けています。でベースレベルの方は神経レベルの法則っていうのを想定していて、その2つも相互作用でモデル化していきましょうと。全く独立なダイナミクスが2つ存在するっていうようなシステムを考えます。でその上でこのマクロレベルからベースレベルへの因果的効力っていうのをどうやって説明するのかという話になります。でここでやっぱりさっきから問題になるのは、スーパービーニエンスっていうのはベースレベルの変化なしには変化しないのに、なんでスーパービーニエンスのレベルで変化を作ることなんかが可能なのかっていうことなんですね。でそこでどういうことを考えたかっていうと、結局でもスーパービーニエンスっていうのはブリッジローなんで関数で定義されるミクロレベルの関数として表されるんですけど、ここで2つの関数考えます。つまりブリッジローが1つじゃなくて2つなんですね。で1つ目は神経の状態からニューラルネットワークを出力するようなブリッジローを考えます。
これはもうみんな機械学習でニューラルネットワーク使ってるのも同じな考え方だと思うんですけど、もう一つはスーパービジネスが複数あるので、その添え字を出力するっていう関数を考えます。でこの添え字っていうのはコンスタントなので、こちらがいくら変化してもこっち変化しないんですね。だからスーパービジネスと一瞬見えるんだけども、実はこいつは独立性があるんですね。この独立性のあるこの添え字っていうものを使います。で何をするかっていうと、この添え字っていうのを、ある意味 DNA のコードみたいになんか添え字の並びを作るような、そういうコードを考えます。でそのコードから式を作ることができます。でこれは各コンポーネントがニューラルネットワークになった式です。つまりこのコードを任意に決めてやれば、ここの式が変化します。で逆にこれ自身は全部スーパービジネスなんで、神経活動とかシナプス活動が変わるとこの関数自身も変わります。でこれをフィードバック誤差を計算するためのオペレーションとして考えると。でそうするとどうなるかと、外から、センサーシグナルだとかなんか入ってくると。でそれがこのオペレーションに入ってきてフィードバックエラーが出てくる。でこの時に神経レベルの活動とかシナプスが変わってもこのフィードバックエラーは変わるし、こっちのコードが変わってもフィードバックエラーが変わる。つまり2方向からディターミン決定されるような関係になるわけです。これがデュアルローを可能にするメカニズムになっていて、神経レベルではシナプスが関数を変えてフィードバックエラーを変える。一方でコードが式自身を変えてフィードバックエラーを変える。でこの2つは独立にできるので、完全に異なる階層で同じものを両方向から制御する。でもこっちの制御はすごく理算的でできることが限られてるんですけども、こっちはもっと連続的に変えられるので、フィードバックエラーはこっち上からなんかこのフィードバックエラーをゼロにしたいなと思った時にはもう口頭式にするしかないんですけど、下からはフィードバックエラーを成り立つようにするっていうのは単にこの式の方程式を解くっていうプロセスでできるようになる。つまりこの2つは異なるなんか役割でフィードバックエラーをコントロールすることができるようになるというわけです。でこれがデュアルローシステムを可能にするメカニズムになっています。でこのメカニズムを、私はセルフリファレンシャルフィードバックメカニズムというふうにフィードバックコントロールですね、フィードバックコントロールメカニズムっていうふうに名前を付けました。でこれはマクロレベルにフィードバックエラーがあって、それをミクロレベル、ニューロンレベルの活動がコントロールすることでゼロに近づけていくというようなものです。でこの時にこの関数間の関係式を作るというふうに、ニューラルネットワーク間を使った式を作るって話なんですけど、そういう式を考えるってことは、代数理論を使うことができると。自分は基本的に分論を使うことを考えてますけども、そういった数学的なセオリーを使って上のレベルを、それこそ上のレイヤーでの式を決定する分っていうのが働いて、下からはフィードバック誤差をなるべくちっちゃくするように、その自分自身を使って作られた式を満たすように内部が変化していくというふうな形で2つのシステムが並行して進んでいくというようなメカニズムが作れると。でこういうメカニズムを考えると、実はさっき最初に導入したエージェントコーゼーションセオリーとイベントコーゼーションセオリーっていう2つの心的因果に関わるセオリーっていうのをちょっと統合することができます。これ実は哲学の分野でクラークって人が似たようなことを言っていて、エージェントコーゼーションって何にも原因ないところからなんか突然出てくるけど、実際人間って何か意識経験をしてそれで何か考えてそれで運動を決めるわけで、全く無から何か作るわけじゃない。全く無から作るなら合理的なもの何もできないので、そうじゃなくって実は2つとも必要なんじゃないっていうモデルを作っています。それはまずゴールに基づいてゴールダイレクテッドビヘイビアをするレイヤー、これはメンタルビヘイビアなんですけど、メンタルコーゼーションを使ったビヘイビアで、もう一つこのゴール自身を変えるシステムとしてのエージェントが必要なんじゃないかということです。でそれを考えて見てみると、私のやつはまずこのコードっていうのとこの下のレベルの2方向からコントロールできるようなものになっていて、でこの式っていうのが、ここのゴールに当てはまると考えられます。
でこの時にこういうふうに式から式を変換する時、ここに何か入ってくると。でこの何かが入ってくるとエージェントはボールを変えるというような、そういうことを考えると全くこのクラークの図式と同じような形ができるわけです。つまりここがエージェントコーゼーションになって、こちらがメンタルコーゼーションになっているというような形の図式を描くことができる。でそうすると今までエージェンシーとかそういう研究をしている人たちっていうのは割とこのムーアマシンっていうのをよく引用してて、環境とエージェントそれぞれ独立のダイナミクスを作りますというふうにやってるんですけども、そうじゃなくてこのローアベースのレイヤー、身体だとか環境を全部ひっくるめて一つのダイナミクスと考えて、そこにこうエージェントが縦方向に生えていて、上からそれぞれ固有のパーソナルなダイナミクスを持つというような形でモデルを考えることができるはずだと。そうすれば各エージェントは一つのエージェンシーを持っていて、そいつらはみんな自分たちが考えて自分たちの思った通りに動かそうというシグナルと、それと環境と身体との相互作用というのがこう現れてくるというような形で考えることができると。でそこで私は今のその心の哲学とかからの背景をもとに、この仕組みで出てくるこの上のレイヤーの部分っていうのを心と呼ぶことができるんじゃないかなと思うわけです。でそれで、最初のタイトルに戻るんですけど、じゃあ意識によって物理現象を説明するというところですね。今心の因果っていうのがなんとなくセルフリファレンシャルなフィードバックコントロールみたいなものでできるかもしれないというふうに思えてきたところで、神経現象はこのマクロレベルのエージェンシーなしに説明することができないと。でそういうふうな前提のもとで考えたときに、現象的意識ってでも直接観測することができないので、意識を科学でどうやって扱おうかと思ったときには、意識を科学的にテストするには、じゃあ意識があるシステムと意識がないシステムが物理的にどんな効果が違うのかっていうことをまず明らかにしないといけない。それがまず分かってから次に今度物理の方、実際の物理システムに対してテストしなきゃいけない。っていうことはじゃあどういうことかっていうと、今まで神経活動から意識を説明する理論をいっぱいみんな頑張って作ってきたんだけど、そうじゃなくて意識から物理現象を説明して、その物理現象を用いてテストするというふうな意識の研究の仕方をしなきゃいけないということになります。なので前提として神経の活動はスーパービエンス因果なしには説明できないと。でそうすると、心的現象だけじゃなくて物理現象の方も意識を必要とするような理論の作り方をしましょうと。でこれをやるためにはまさに構成論的アプローチじゃないといけないと。もう作るしかないんですね。実際にモデルを作って実際に意識と思えるものが物理的にどういう影響をするのか、それを調べて、でそれを最終的に生物のシステムで検証したり、あるいはロボットのシステムで検証すると、そういうことを考えていくと。でそうするとこれは新しい複雑系システムなんじゃないかというふうに考えられるわけです。でじゃあ私のモデルでどんなことが仮説として立てられるのかと、意識についてですね、意識についていろんな説明条件がいろんなことを説明しましょうってみんな言ってるわけですね。で私は意識の生成には、少なくともスーパービニエントのコーゼーションがないといけないでしょうと考えています。でそして意識のコンテンツはどういうふうに生成されるのかというと、おそらく代数理論が使うことができるだろうと。でそして意識のコンテンツができると、それはマクロレベルの構造としてできるんですけども、それをエージェンシーが受け取ります。つまりエージェントがデカルト劇場みたいに意識を受け取ると。でその意識を受け取ったエージェンシーが自分の行動を決定すると。非常に直感的に合ってると僕は思っています。で意識レベルはどうやって説明するか、大体その脳幹系の模様体不活系とかが関わるんじゃないかと言ってると思うんですけども、それはもう単にフィードバックコントロールの大元ですね。これ僕の今の考えたセルフリファレンシャルフィードバックコントロールって、結局ベースレベルがフィードバックコントロールしないと始まらないので、つまりそこの部分が止まっちゃえばもうエージェンシーは止まっちゃうんですね。エージェンシー何やっても効力持たなくなる。つまりそのオンオフは完全に神経レベルが担っているので、そこで意識のステートのレベル、意識レベルのオンオフっていうのを考えると、意識量なんていうそのアナログ量があるっていう前提もちょっとおかしいと思ってて、大体寝たら意識がなくなって起きたら意識が生じるっていうふうな、直感的な説明を自分は考えていますと。でそれで意識の物理的影響っていうのはじゃあ何かというふうになった時、2つのレベルのローがあって、1つはパーソナルで、しかもエージェンシーなわけですね。なので結局のところ意識っていうのは何のためにあるのかって自分最終的に一つ結論を出すならば、結局フリーウィルのためにあるんじゃないかと思っています。
結局自由意志を作る、自分で行動を考えて自分で作り出すっていうそのメンタルのフォーデーションを作るために意識っていうのはあるんじゃないかと考えています。つまり、ここで最終的に何が言いたいかっていうと、意識は知能というかそういうもののためにあるんじゃなくて自由意志のためにあるんじゃないかということなんですね。はい、結論ですね。意識の科学をちゃんとやろうと思ったら、神経科学というよりは構成論ですね。今ここで複雑系やってる人たちが一番その主戦場に立つべきなんじゃないかというふうに考えています。で、今回の理論は基本的にはスーパービーニエンス、付随性というのと因果的効力を満たすっていうこの2つの条件から意識っていうのは必要条件としてこんなことを満たさなきゃいけないっていうのはある程度考えることができますということです。で、神経をいくら観察しても意識についてはおそらくわからないと思っていて、意識っていうのはちゃんと作って調べていくということが必要だと思っています。これで終わりにします。ありがとうございました。小村先生、ありがとうございました。